はい、皆さんこんにちは。コーヒーサムライです。今日は前回に引き続きまして、こちらのハリオ V60 ネオというね、とにかくドリップが速いこの新しいドリッパーのですね、検証の続きをやっていきたいと思います。前回はですね、まさしくこのネオが力を発揮できる浅入り系の豆で、とにかく早く入れてね、こうすっきりシルキーに入れるという動画をやりました。そこでね、ポイントとか、このドリッパーが作られたこの思いとかをですね、語っておりますので、前回の動画からまず見ていただけると嬉しいです。前回がね、朝入りのコーヒーを中心にやったんですけども、今回は深入り編でございます。このドリッパーをね、作ったハリオのね、ヒダカッチはですね、深入りコーヒーも好きな方でして、このドリッパーで深入りもこう使えるということをね、聞いておりますので、今日はね、深入りコーヒーのレシピをご紹介したいと思います。コーヒーサムライチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。で、前回はその浅入りのコーヒーでね、本当にもうめちゃくちゃ早くて抽出が。なんですけどしっかり味が出ていたので、シルキーに入れられるといったような結論に行きましたけども、今回じゃあ深入りでやったらどうなのかということでね、実は今回ね、前回もちらっと動画内で言ったんですけども、ハリオのね、仲のいい方というふうにご紹介しましたけど、私がね、ハリオさんの中で仲いいですね、シモンですね。シモン独自の、こういった入れ方がいいんじゃないかというね、前回の浅入りのね、レシピも、ハリオさん公式というわけではなくて、レシピはですね、そのハリオさんの中で、その私の仲いいね、シモンがですね、私にこういった感じでやるのがおすすめだよというふうにね、教えてくれたレシピなんですよ。なので、今回もね、そのシモンにですね、聞きました。彼もね、深入り結構好きなタイプでありまして、今回ね、この動画のためにシモンから、レシピをね、送っていただきました。こんな感じのレシピになっております。前回同様、二等式なんですよね。で、コメントでいただきましたけども、やっぱ二等式って楽ですよね。すごく簡単に入れられるので、とっつきやすいかなというふうに思うんですよね。で、今回も、前回とね、ユオンとか、レシオがちょっと違うぐらいで、基本的な入れ方というのはね、一緒です。あと、引き目とかがね、ちょっと違いますけども、でもね、それにしても、深入りで、こんなレシピでね、やってどんな感じで入るのかというのを実際にね、検証していきたいと思います。で、このね、ネオを作った開発者の一人であります、ヒダカッチですね。ヒダカッチもね、深入り結構好きな人なんですけど、基本ね、その、レシピでやるのもいいんですけど、やっぱね、深入りの醍醐味といえば、ネルのような感じでね、私がよくやるショート動画で、ブーッと膨らませて、もう感覚で入れるやり方というのも、一応ね、好きなので、今回はあえて、この深入りでこういう風にやったらどうなのかということで検証していきたいと思います。はい、ではね、早速やっていくんですけども、今日はですね、ちょっと贅沢にこのペーパー、同じくね、ハリオさんから出ているメテオですね。すごくね、この速度がさらに速くなるというね、ペーパーです。今日はね、これを使っていきたいと思います。レシピ通り 15g ですね、測っていきたいと思います。ではですね、リンス作業ですね。これが重要になってくると前回も言いましたけども、やっていきたいと思います。詳しいね、リンスのやり方ですね。今回のネオに対するリンスのやり方は前回の動画ね、詳しくやってますので、そちらをご参照ください。では抽出していきます。1投目ですね、15% になるところまで入れまして、スピンを入れます。その後40秒蒸らして、その後は 100% まで注いでいきます。
あとは落とし切りになります。でコツとしてはいつ細く入れて、あんまりこう水位を上げないような感じでね、2投目は入れていきました。はい、もう落とし切り終わりましたね。めちゃくちゃ早いですね、今回。前回の浅入りは2分2秒ぐらいだったんですよね。今回は1分47秒ぐらいでね、もうほぼほぼ抽出が終わりました。やっぱね、このメテオというペーパーのね、力もあるんでしょうね。これで浅入りでやってもいいですよね。今回はね、あえて深入りをやってみました。ではね、飲んでみましょう。では早速入りましたのでいただきます。おお、美味しい。いや、我がコーヒー友達シモンのレシピですね。いや、美味しいっすよ、シモン。僕は結構じっくりぐわーっとね、こう、もっと、なんでしょう。しつこく入れるタイプではあるんですけど、あえてね、このネオのドリッパーの特性を生かしたこの深入りレシピ、めちゃくちゃ早かったですよね、抽出スピードも。で、入れまして、薄いんじゃないかなって正直思ったんですけど、そこはさすがのね、このドリッパーのリブの力で成分がグッてこう引き出されているので、すっきりなんですけど、ちゃんと美味しいです。ガツンというパンチ力がなくなって、なんかまるっとなっていて、すっきり入って、前回と同じくやっぱりね、シルキーな感じで入ってるんですよね。もう基本はクリーンさをベースとして今回のレシピは多分組み立てられていると思います。で、最大限にこのねドリッパーの力を引き出しているので、クリーンながらもね、その甘さとか苦味とかがちょうどよく引き出されていて、もうほんとねシルキーな感じで。でね、余韻がね、結構ちゃんと出てますよ。なんかこう浅入りでもいけるし深入りでもいけるっていうのはね、確かにその通りだなと思います。やり方次第でいろんなこうレシピが考えられるなというふうには思いました。いや、この V60 のネをね、2週にわたってちょっとやってきましたけども、いや、やっぱ新時代を作るドリッパーなんじゃないかなというふうにね思いました。シモンひだかっちありがとうございました。すごく楽しかったです。これからも使おうと思います。はい、皆さんお疲れ様でございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また、コーヒーサムライ各種 SNS やっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。